忍者スター参上。皆さんこんにちは、デリカットです。今日はね、こちら堀さんからご提供いただいた新製品をレビューしていこうと思います。PC 用のホリパッド3種ですね。ででーんと書かれた新製品の文字がたまらない。まずこの真ん中の商品が世界で唯一 Steam から公式ライセンスを受けたコントローラーですね。これってすごいことじゃない？だって Steam って PC でゲームしてる人全員がインストールしていると言っても過言ではない凄まじいシェア率ですからね。その Steam の唯一ですよ。これはすごい。こちらはワイヤレスでもプレイできるので小さいレシーバーがついてますね。そして有線接続用のコードも付属しています。そしてあとの2つは基本的には同じもので、このスティックの位置が違うという商品になっていますね。これいいよね。どっちのスティックをメインで使うかって人によって違うと思うから、この発想は素晴らしい。格ゲーは十字キーでやる人が多そうだから、このスティックストレートタイプが向いているのかな。3D 系のアクションゲームなんかはこっちのスティッククロスタイプになるのかな。こちらは有線接続になっていますね。それぞれの商品を詳しく見ていきながら早速お試しプレイしていきましょう。まず有線の方からいってみましょう。背面に X インプットと D インプットと書かれた切り替えスイッチがあるので、これを X インプットの方にして接続するとすぐに使えます。基本的には X インプットで問題ないと思います。接続すると表面のパネルに青い LED が点灯します。次に、十字キーの感触はいいですね。角が丸みを帯びているので、わかるかな。こんな感じで丸みを帯びているので、長時間プレイしていても痛くなるなんてことは少なそうです。でこちらはスティックストレートタイプなので、アナログスティックが平行に並んでいますね。基本的なボタンは表面右側の4つに、上部にも4つ、そして背面にも2つついています。背面ボタンには先に挙げた10個のボタン、いずれかの機能を割り当てることができます。僕ならそうですね。背面左側にインパクト、そして右にパリーかな。格ゲーではアナログスティックをボタンとして使うのはちょっと厳しそうなので、それらを割り当てますかね。割り当て方は、まずこのアサインキーを3秒間押すと赤いランプがゆっくりと点滅するので、そしたら消えちゃった。はい、点滅したら割り当てたいボタンを押します。すると早く点滅するので、機能を渡したいボタンをまた消えちゃった機能を渡したいボタンを押すと登録完了です。もう一回。はい、こうして、ランプが点灯に変わったら登録完了ですね。この設定はパッドを抜いても保存されるのでご安心ください。他にもターボボタンを使って連射機能を有効にしたり、プロファイルボタンを使って5つまでプロファイルを記録することもできるみたいですね。あとヘッドホンのプラグの差し込み口もあります。やっぱこの表面のパネルがいい感じですね。高級感ある。よし、では今度こそゲームをプレイしてみましょう。はい、それではスト6やっていこうと思います。トレモですね。まずは点火圏からのセットプレイ、問題なし。っていうか早掛け急停止すごいやりやすい。
コレンガからのコンボもできる。セットプレーも問題ない。波動コマンド、竜巻コマンド問題ない。 SA 問題ないどころか入力めっちゃ綺麗じゃない？アケコンでやるより綺麗な気がする。やば、美しい。入力速度も多分アケコンより速いだろうし、これはパッドに移行すべきか？おお、最新のセットプレーも難なくできますね。すごい。ちょっとびっくりしちゃった。次にワイヤレスの方を見ていきましょう。こちらは背面に有線と無線、スチームモードと X インプットモードの切り替えスイッチがついてますね。簡単に言うと、スチームモードはスチーム自体の設定を使うモード、X インプットモードはアプリで設定するモードかな。説明書によると使えるボタンも少し変わってくるみたいです。あと注意したいのが、ワイヤレス接続はスチームモードのみの対応となっているみたいですね。今回はせっかくなのでワイヤレス、スチームモードでやってみたいと思います。ワイヤレスで使用する場合は、はじめにコードをつないで充電する必要があるのでお忘れなく。3.5 時間の充電で約12時間の連続使用ができるみたいです。今はまだ充電中なので、パネルに充電中の LED が点灯してますね。充電してペアリングが完了したら無線接続の LED も点灯するみたいです。十字キーの感覚は有線とはまた違いますね。こっちの方がさらにマイルドというか、手触りが優しい感じがします。押し心地も若干柔らかいような気がします。アナログスティックはこっちも少し柔らかめかもしれませんね。次にボタン関連ですが、有線と同様に基本的な4つのボタンと上部の4つ、そして背面も同じように2つついています。そしてなんとこのワイヤレスの方にだけパネルの下の方に2つボタンがついていて、ここにも機能を割り当てることができるみたいです。押し心地はボタンの方も有線より若干柔らかいというか、反発が少ない気がしますね。ということは若干反応が早いのかもしれませんね。その他スチームを起動するボタンがついてたり、あと、ワイヤレス接続する時のペアリングボタンですね。こういったものがついてます。ヘッドホンの差し込み口はないですね。塞がれてます。それではゲームをプレイする前に、各モードのボタンの設定画面を見てみましょう。X インプットの場合は専用のアプリでカスタマイズすることになります。こんな感じでプロファイルを選んで変更したいボタンを選択して割り当てたい機能を選ぶ。アナログスティックの入力感度なんかも調整できるみたいですね。スチームモードの場合はスチームのコントローラー設定で編集していきます。こうやってレイアウト編集を選び、それぞれ割り当てたいボタンを選んでいくだけですね。さあ、ワイヤレスの方もお試しプレイしていきましょう。点火剣からの早掛けがちょっとずれたな。少しラグが感じるのか
感じるかどうかわかんないぐらいだな。若干ラグはあるのかもしれないけど全然できる。普通にコンボもセットプレイもできますね。もうちょっとラグあるもんだと思ってたけど全然いけるな。十字キーの方は波動波動波動、竜巻竜巻竜巻、普通に出る。個人的には優先の方より少し技出しやすいかな。まあでもあっちも普通に出たからな。こっちの方が柔らかくて個人的には好みかな。コマンドも綺麗。全然問題なさそうですね。まあ普段は有線で使ってどうしてもワイヤレスにしたい時だけ無線にすればいいんじゃないかな。いや Bluetooth ってもうちょっとラグあるもんだと思ってたな。さっきと同じセットプレイも普通にできますね。ワイヤレスいけるな。やっぱワイヤレスの方が楽だしね。持ってて疲れない。パッドはそもそもね、アゲコンに比べたら全然疲れないし、オフラインの大会に持ち運ぶのも簡単でいいよね。パッド真剣に考えようかな。以上、新型ホリパッドのご紹介でした。いやー、久々にちゃんとパッドでプレイしたのでなんか新鮮でしたね。今回の十字キーは正直かなり好みです。若干の違いはあれどどっちも好感触でした。ワイヤレスの方はジャイロやトリガー入力振動の感知にも対応しているみたいなので、格ゲー以外にも使うならワイヤレス、格ゲーに特化するなら十字キーの位置も選べて安価な有線という選び方もありですね。でもさっきホリストアの在庫を見たら早くも一部商品は品切れしてたので、気になる方はお早めに。ではでは、ご視聴ありがとうございました。これぞ武神流。